ちょっと、商談すっぽかして何してくれたのよ。首を言い渡されて1週間後の朝、前に働いていた会社の社長から鬼電がかかってきた。どうやら俺が参加するはずだった商談に俺がやってこなかったことで大変なことになったらしい。電話の向こうで社長が声を大にして怒っている。だがそう怒鳴られても困る。私はあなたに1週間前にクビにすると言われているのですが。俺が戸惑いながらそう告げると、社長は自身の発言をすっかり忘れていたようで、ちょっと、そんな、と声にならない声を漏らした。その後、俺がとある真実を伝えることにしたのだが、それにより社長は涙を流して謝罪することになったのだ。俺の名前は二宮春人。28歳の副業持ちの会社員で、現在デザイン関連の事務所に勤めている。大学時代に副業の仕事を始め、就活もして今の会社に就職。事務所の社長は伝説の広告マンと言われていた人で、かつては大手広告代理店でデザイナーとして活躍していた人だ。その人が40歳で独立して設立した今の事務所は、広告やデザイン業界では知る人ぞ知る先鋭的な集団として有名だ。芸大でデジタルデザインと商業デザインを学んでいた俺は、副業とは違う分野の技能も磨こうと就職を望んだ。二宮、先方からデザインも任せられるか確認が来た。どうだ？デザインも君がやって一括で進めるか？任せてもらえるのならば、ぜひ。新卒で入社した俺は、もともとはデザイン部門でデザイナーとして働いていた。だが、今から3年前に営業に異動になり、それからは取引先の開拓と外回りに忙しくなった。それにしても最近調子いいな。上司に褒められ少し嬉しくなる。俺はどちらかというと営業マンができる性格ではない。芸大に行きたいと思い実現したように、子供の頃から自分の世界に浸りやすく、感性がアーティストのようだと呆れられるようなタイプだった。俺は熱血で突っ走る気質はないが、こだわって掘り下げる性分には困らない。そこで俺は自分が気に入るものや美しいと感じたものを飽きるまで眺めるように、向いていないと考えていた営業活動にもこだわりを持とうと気持ちを切り替えていた。デザインの提案をとことんまで尽くし、自己アピールを忘れない。自分なりの突破口を見つけてからというもの、俺の成績は上向いた。デザイン部門に長く所属していて、デザイナーたちとの息も合わせられる俺は、営業部とデザイン部門の橋渡し役としても機能するようになった。営業を始めたばかりの頃は頭を抱えているばかりだったが、今は仕事への張り合いも感じながら頑張っている。入社を夢見た会社で結果を残し、期待してもらえる嬉しさもかみしめ、俺は社会人生活の手応えも得ていた。今後のことはこれから少しずつ決まる。しかし今は目の前の仕事を通常通りで、顧客がいるということは忘れないように。年度末を控え、業務が忙しくなりだした年明け過ぎのことだった。事務所の創設者である社長が突然倒れて亡くなってしまった。告別式やひとまずの法要を終え、
事務所の業務が通常進行に戻ったタイミングで、上司が困惑を隠せない表情で今後について話す。今後、社長と事務所の所長職は、綾さんが引き継ぐことになっている。正式に決まり次第通達される予定だが、それまでは内々の話として口外はしないように。上司は社長亡き後の事務所を率いるある女性の名前を挙げた。綾さんと言われたその人は、社長の長女で事務所に勤務している清水綾さんだ。企画室に席を置き、デザイナーとしても活動する綾さんは、大学時代の仲間とユニットを組んで、個人でもデザイナーとして活躍している。クリエイティブで行動力があり、社内コンペやコンテストにも参加して賞を取り名を挙げた。亡くなった父親である社長の血を間違いなく受け継ぐサラブレッドと言われ、その才能を社内の誰もが認めている。そして性格的には姉御肌で、良くも悪くもはっきりとした物言いが特徴だ。気が強いと苦笑する人もいれば、そのぐらいでなければデザイン業界では生き残れないという人もいて、評価は様々。そんな綾さんが事務所を引き継ぐと内定して、社内の雰囲気はいささか落ち着かなくなった。綾さんとうまくやれるのか、綾さんならば事務所を進化させられるのではないか。綾さんへの期待と不安が入り混じっていたが、そんな人たちの中で俺は不安を抱えている一人だった。おとなしく繊細とみなされていた俺は、正反対の性分の綾さんに苦手意識を持たれているようだった。あなたどうしてそう鈍いの？能力があるのはわかるけど、アピールできないと意味がないの。企画と営業の合同会議に参加したとき、俺は綾さんに厳しく詰問されていた。アイデアを発表したのはいいが、内容が詰め切れていない。自分で考えに自信を持てているのなら、人から質問される前に要点を押し切りなさいと叱られた。誰かが盛り上げてくれると思ってるの？それじゃダメよ。行動力と自分のやり方に絶対の自信を持つ綾さんらしい叱責に、俺は何も反論できなかった。そしてそんな俺に、綾さんは厳しい批判を畳みかけてきた。使い物にならない、考えが浅いと容赦なく、さすがの俺もどうしてそこまで言われるのかわからずに頭を抱えてしまった。自分と綾さんの反りが合わないといえばそれまでなのだろうが、とにかく俺にとって綾さんという人は鬼門と言える存在だった。これから社長、所長として頑張るだけだと思っています。父の志と事務所への愛情を忘れず、私と皆さんでそれを育て続けましょう。新年度を迎え、綾さんは正式に事務所の社長に就任した。綾さんの涙をこらえながらの就任の挨拶を社員たちは静かに聞き、最後は心からの拍手を送っていた。事務所の新体制は慌ただしいスタートを切り、業務も滞りなく進行する。綾さんは精力的に事務所内に顔を出し、営業とも積極的にコミュニケーションをとった。しかしそうなると、俺は綾さんと頻繁に顔を合わせないといけなくなる。二宮くん、あなたはいつまでそうやってどんくさくてぐどんなままなの？綾さんは営業部内で俺に目をつけ、小言を漏らす。あなたは何に関しても時間をかけすぎなのよ。すみません。私なりに考えてはいるんですが。
自分で考えてるって、それが愚鈍さのもとだと思わない？あなたがどれだけ考えてもスピード感が足りない。俺が物事にこだわりを持ち、何かと考えすぎて時間を使うのはその通りかもしれない。そんな自覚があるだけに、あやさんの言うことは聞いたし、染みた。あなたはクリエイターでもあるのに刺激を受けているようには見えないの。どうしてうちに秘めるじゃないけど、そんなにおとなしく黙っていられるの？それはどうしてもうちにこもってしまうというか、それじゃ困るの。この事務所は個性を出してのびのびとやってもらうことを是としてきたの。それなのにそうも黙々とされてもね。あ、はい。この事務所の精神を理解してないんじゃないの？本当にもっと考えて自分との向き合い方を見直してみなさいよ。どうしてあやさんは自分に対してこうも厳しいのか。やはりその理由がピンとこず困ってしまう。あやさんの側に俺をピンポイントで気に入らない事情でもあるのではないか。いろいろと想像しながら、それでも自分への指摘に思い当たるところはあると感じる。すみません。もう少しこれからも努力はしますので、どうぞよろしくお願いします。自分にできることはひたすら努力して自分を磨くことだけ。自分がいる環境に文句はない。先代社長が残してあやさんが引き継いだ事務所には俺も愛着がある。それだけに俺は俺なりにどうにか事務所と仕事にしがみつこうとあやさんに頭を下げていた。人に気に入られようと思ったかと聞かれたらそうではないが、あやさんに自分を認めてもらいたい気持ちがある。自分の仕事に自信はあって、目の前の仕事に真剣に向き合っている。俺は日々、どうにかあがいて試行錯誤を繰り返した。あやさんが事務所の社長になってから半年、俺は少々無理がたたって体調を崩した。風邪っぽく、周囲のことを考えれば休んだ方がいいだろう。微熱があるのを確認し、俺は事務所に欠席の連絡を入れた。するとたまたま、俺の電話を取る人があやさんになってしまった。そんなの体調不良なんて言えない。とにかく、つべこべ言わずに出なさいよ。すみません。熱があるのでご迷惑かと。微熱だったら大したことない。だいたい今時みんな予防してるのよ。マスクもしてれば注意だってしてる。あとはあなたの気合の問題。熱のせいで頭の回らない俺を、あやさんは勢いで押し切った。気合で出社してどうにかしろと言い、来なければならないと力説する。電話を切る頃には、俺も行かねばならないと思い込むようになった。そのまま俺はだらだらと着替えて仕事に向かう。そしてどうにか事務所にたどり着いたのだが、仕事を始めようにも体がうまく動かなくなってしまった。午後になる頃には熱が上がり、咳がこらえられない感覚に襲われて、早退を考えた。上司に帰らせてほしいと頼んだのは昼食を終えた直後。上司は俺の顔を見ると何も問題はないと帰るように言ってくれた。この時、あやさんは外出していて不在。俺は直属の上司の許可を得て、ふらふらになりながら帰宅した。それから数日、俺は高熱にうなされながら家で寝込んで過ごしていた。体調が回復し、すっきりした頭で仕事再開となったその日、
事務所に出社して自分のデスクを見た俺は違和感を覚えて首をひねった。早退したその日、資料と一緒にデスクに置いていたはずの漫画本がなくなっていた。あのさ、俺のデスクの漫画本知らないか？俺は隣のデスクを使う同期に尋ねた。ああ、そういえばあったな。それ、どこにあるか知らない？そういえば、あやさんが見ていたような。そのまま持って行ったのかもしれない。それ、本当？俺の見間違いじゃなければ。同期の答えに俺は焦った。自分が何気なく漫画本を置きっぱなしにしてしまったのも悪かったのだが、何も言わずにしれっと持って行ったあやさんもよくはない。俺はあやさんを探しに出た。営業には顔を出していないとなれば、実質か企画のオフィスにいるはず。手始めに企画のオフィスに行くと、そこにあやさんがいた。すみません、とあやさんに呼びかけ、俺のデスクにあったはずの漫画本について聞いた。すみません、私も置いたままにしていたのは悪かったと思いますが、けど何も言わずに持ち出されてしまうのは、あれはそもそも私物なので。俺に話しかけられたあやさんは、俺をいぶかしげにというか、蔑むように睨んでいた。そんなあやさんに押されず、俺はどうにか漫画本を取り戻そうと努めた。すみません。とにかく漫画本を返してください。あれは本当に大切なものなので。俺が頭を下げると、あやさんは黙って俺を睨んだままだった。何か言うかと待っていると、あやさんが返したのは特大のため息。あのさ、大切なものを机に置きっぱなしって、そんなのあり得る？あんな風にしてたらいりませんって言われてるようなものなんだけど。腕組んだあやさんが一歩前に乗り出し、俺を凄む。私もね、漫画好きなのよ。それだから、ああして適当に漫画が置かれてるなんて頭にくるのよ。適当にその辺に投げ出してるなんて冗談じゃない。それは、何か文句あるの？そんなに大事ならあんなことするんじゃないわよ。あやさんの思わぬ漫画好きという告白に俺は驚く。アートや西洋美術好きなあやさんの一面は知っていたが、漫画にも興味があるとは考えていなかった。あやさんは漫画好きとして俺の漫画本の扱いを叱責する。そして俺から漫画本を取り上げたのは間違いではないと言い張る。漫画を大切にしていない人から大切にできる自分のところに取り戻しただけ。あなたに返せるわけがない。そう言われても困ります。私物ですし、あれは本当に大切なんです。昨日はたまたま頭がふらついて忘れてしまっただけで。俺はとにかく宝物と言える漫画本を取り戻すためにあやさんに懇願した。すみません。自分の不手際は謝ります。ですからどうかあれだけは返してもらえませんでしょうか。無理。無理だと言われても筋が通りませんよ。言っていますが、あれは私のものなんです。とにかく返してください。気の強いあやさんに挑み、俺の口調も強くなる。返せ、無理だ、の問答を繰り返し、しばらく経つと、あやさんがそのやりとりを投げ出した。あなたさ、私になんで指図するの？指図じゃありません。返してくださいと言っているだけです。それが指図なの。たく、生意気よ。冗談じゃない。許せないんだけど。
最後の最後に怒りを炸裂させた綾さんに、俺も周囲も凍りつく。ムカつく。子供じみた一言をつぶやき、綾さんは俺を一層きつく睨む。そしてありえない最後通牒を俺に突きつけた。もういい。あなたはクビにする。っていうか、そうしたい。ちょっと待ってください。漫画本を返してくれと言いに来ただけで、まさか解雇通告を突きつけられるまで発展するとは思っていなかった俺は、目を白黒させて驚いてしまった。誰が待つのよ。もういい。手続きはこっちでする。だから出て行って。顔を赤くした綾さんは、俺に首を宣告してどこかに消えた。オフィスに残された俺は、周囲から心配されながら、呆然と立ち尽くす。その後、何人かの社員が綾さんを追いかけていったのを見たが、話の後先はわからないまま。綾さんに確認すると俺は社員の一人からそう言われ、営業のオフィスに戻った。騒ぎの翌日、俺は事務所から自宅待機と言われて出社せずに過ごした。その後も事務所からは特に何も言われず、ほとぼりが冷めるまでは家にいるのが最善というアドバイスももらった。自分が本当に事務所から首を切られたのかはわからなかったが、何も言われず、実質的にはそうなのだろうと思うしかない。そんな立場になり、俺は自宅で時間を過ごすようになった。その流れが変わったのは、綾さんの宣告から1週間後のことだ。ちょっと、商談すっぽかして何してくれたのよ。徹夜明け、寝ぼけた頭に綾さんの声が響いた。商談の予定に俺が現れず、綾さんが大変な思いをしたと電話で告げられる。先方からあなたに何があったのかって、だから私があなたをかばってやるしかなくなったの。綾さんに叱られ、一気に目が覚める。何か言わなければと思い、俺はとっさに1週間前の出来事を話す。私はあなたに1週間前にクビにすると言われて、その後も何も進展がないようで、もうクビになったのだと。俺は1週間前からこれまでの経緯を打ち明ける。事務所に連絡しても、俺の処遇は宙に浮いているまま。綾さんが俺を解雇したのかどうかすら定かではなく、人事も誰も何も触れられずにいた。事務所に所属があるかどうかもわからないようなら、身動きは取れないという話になっているんです。ちょっと、そんな。俺の話に、電話の向こうから声にならない声が漏れる。そんなこと言われても、じゃあどうしたら。綾さんがはっきりと困惑を口にする。それを聞いて、もしや、と俺は思った。綾さんは自分が俺に首宣告したことを忘れていたのではないだろうか。だから1週間経っても音沙汰がなく、何にも決まらなかった。そんなことを考えていると、綾さんはスイッチを切り替えたかのように、強い口調で俺に命じた。だったらもう、前のことなんてどうでもいい。あなたはとにかく取引先に謝りに行きなさいよ。迷惑かけた自分のせいだって。綾さんはいつもの気の強さを前面に押し出し、何事もなかったかのように振る舞う。自分と取引先に無礼を働いたお詫びと、自分に恥をかかせたことへの謝罪。それを俺に求め、今すぐどうにかしろと叫ぶ。
いいわよ。首は撤回する。あなたなんて、うちが雇わなければ行き場なんてないんだから。どうにかしてあげるから、今すぐ挽回しなさい。1週間前の騒ぎを思い出し、俺は電話の向こうのあやさんらしさに呆れる。俺の漫画本を持ち去り、返却を拒み、自分の行いを顧みようともしない。俺に謝るなど眼中にもなく、自分が正しいと言うばかり。首の撤回も、そもそもの宣告すら忘れるような気分やぶり。さすがの俺も頭にきて、強い口調で言い返した。申し訳ありませんが、すべてお断りさせてもらいます。行き当たりばったりで首にされて、今度は謝れと言われ、どう考えても納得できません。俺はあやさんの要求を断り、首にするなら、それで構わないと言い返した。ここで決めてくださって結構です。あなたに従わないから首だと、そう決めてください。仕事と事務所への未練も感じず、俺はそう言い切っていた。あやさんへの怒りと自分のプライド、それを意識して、俺は鼻息荒く、あやさんの返事を待った。バカなこと言わないで。あなたなんて、うちから切られたら路頭に迷うだけでしょ。どんくさい鈍いあなたが業界で転職先なんて見つけられないわ。あやさんはすっかり俺の怒りに呼応していた。鼻を鳴らして笑い、俺を挑発しながら、首にはしないと応戦した。俺のようなおとなしく鈍い人間は、自分しか雇うわけがないと豪語して自分に従わせようとする。俺はそんなあやさんにそれまで黙っていたことを切り出した。そんなことはありません。実は学生の頃より副業をしていまして、それで十分に食べていけるんです。会社に属していなくても転職先を探さずとも自分は生きていける。先代の社長にはお伝えして許可を得ていました。ただ、あやさんには副業の話をする機会がなく。それが何だっていうの？副業なんて今時珍しくもない。だいたい副業で食べていけるだなんて甘く考えすぎよ。いいえ、私の場合は副業の域を超えていて。この前の漫画本は覚えていますよね。もちろん。あやさんは俺の話をしらけた様子で聞いていた。時と葵先生の単行本よ。俺が1週間前にあやさんに持ち去られた漫画本。話をそこに向けると、あやさんが先に反応した。漫画家の名前を挙げ、先生と呼び直す。私がその時藤葵です。はあ？大学時代にデビューして、ここまでその名前で活動してるんです。俺は副業について端的に説明した。長く語っても、あやさんには無意味だと思ったのだ。正直なことを言えば、会社員の収入を漫画家の収入が上回っている。しかしそれも電話では触れない。私は漫画家として生きてもいい。というか、これを機にその道に向き合うべきだとも思っています。そんなの誰が信じるのよ。あんたがあの時藤葵先生だなんて。あやさんは自分は時藤葵ファンだと名乗り、俺の話を否定した。確かにあやさんの言うこともわかるが、俺からしたら真実なのだから仕方がなかった。そう言われても、私は私だとしか言いようがありません。私は二宮春人ですが、時藤葵でもあるんです。いい加減にしなさいよ。そうやって先生を愚弄しないで。
時藤葵の名を汚すなと、綾さんが叫び、俺に事務所に戻れと言う。くだらない嘘をつくなら、事務所に来て頭を下げろ。そう言われて、俺は綾さんの求めに従うことにした。謝罪をするかどうかは別で、自分のことを知ってもらうために。急いで支度をして事務所に駆けつけると、綾さんは営業のオフィスで仁王立ちして俺を待っていた。何か言うことがあるわよね。怒り顔の綾さんは俺を見て腕を組み、不満そうに鼻息を漏らした。言うことも何も、先ほどの電話でお伝えした通りです。ああ、あなたが時藤葵先生だっていう妄想ね。妄想ではなくて。まだ言うの？誰があんな話を信じるの？あなたが時藤葵先生のわけがない。それでも言うようなら病院紹介してあげるから。綾さんは俺の話をまともに受け入れず、俺を病人扱いした。人気少女漫画家の時藤葵が男性のはずがない。繊細なタッチの絵とストーリーは、感性の細やかな女性にしか作り出せないという持論を展開した。俺はそれを聞き、そうなのかもしれない、と、綾さんの考えにうなずく。少女漫画家への世間のイメージは、それが一般的。でしたら、少し時間をください。俺はデスクの椅子に腰を下ろした。そして手近な紙を手に取ると、無心で自分が生み出したキャラクターをそこに描く。俺の漫画家としてのペンネームは出版社の編集者と共同で考えてつけた。もともと劇画タッチで硬派な青年漫画家を志望していた俺が、紆余曲折の末にたどり着いた少女漫画の世界で生きていくための名前だ。絵はうまい。ただストーリーが繊細すぎる気がする。青年漫画を描いていた大学時代の俺は、世話になっていた出版社の人にそう言われていた。画力とシナリオのセンスを活かせる道はないかと模索をして話し合いの末、当時出版社が力を入れ始めた少女漫画への転向を勧められた。二宮大吾としていたペンネームを一新して、性別も隠してのデビュー。試しに書いた少女漫画が認められ、俺は新人漫画家の時藤葵として世に出ることになった。読み切りの連載を数本経験し、月刊誌での連載を任されて実績を積み、時藤葵は人気漫画家に成長。その傍らで俺はデザインの道も極めたいと会社員との二足のわらじ生活に投入していた。これでどうでしょうか。キャラクターを描き上げた俺は綾さんにそれを見せた。事務所の社長にこんなことをするのは実は二度目だ。最初は綾さんの父、先代の社長にせがまれて直筆のキャラクター画を描いたことがあった。先代は俺の素性をすべて把握して俺を会社に入れてくれた。綾さんにそれを言えなかったのは自分が綾さんに嫌われているのと少女漫画を描くことへの恥じらいを捨てきれなかったから。今はその気持ちは霞んでいるが、まだどこか正面から向き合えていない。世間からの反応や自分へのまっすぐな声援にどうしてもたじろいでしまうのだ。どうでしょうか。これで信じていただけますか。俺は自分が描いたキャラクター画を手にする綾さんに問いかけた。まさか。呆然としていた綾さんはキャラクター画を見て涙をこぼした。嘘、本当に葵先生がいるだなんて。
あやさんはさっと涙を拭い顔を上げた。私、時藤葵先生のファンなの。ずっとデビューされた時から。それは先ほど伺いました。電話でのあやさんの宣言、それは正真正銘の真実で、偽らざるあやさんの本音だということは伝わってきていた。これまでの作品は全部見てる。単行本も全部初版で買ってるのよ。そうだったんですか。どうやらあやさんのファンとしての熱意は相当なもののようだ。あやさんは時藤葵の著作すべてに目を通し、発売される単行本も関連グッズもすべて手に入れていたらしい。そしてそのファンぶりは俺への敵意にもつながっていた。俺の持ち物やデスクの上の私物、時折そこに自分が買い逃してしまった限定もののグッズが置かれているのを目撃していた。どうしてあなたがと思うともやもやして、時藤葵の大ファンの自分が手に入れられなかったグッズを少女漫画に興味もなさそうな男の俺が持っている。あやさんはそれがたまらなく悔しかったのだと漏らした。俺は時々新作グッズのサンプルを会社に持ち込んでいたこともあった。出版社からチェックを頼まれ、仕事の合間や昼休みにそれをこなすためだった。しかし、事情を知らないあやさんは、その姿も見て、俺への嫉妬や敵意を深めた。その果てに、彼女は俺にきつく、厳しい態度を見せるようになっていたのだ。私も、どうにもならない気分屋なのよね。あやさんから自虐とも取れる言葉が飛び出し、俺はその自覚はあったのかと驚いてしまった。俺はてっきりあやさんは何の自覚もなく奔放なだけだと思っていた。あのグッズは出版社の行為でいただいたものなんです。それから俺はあやさんに1週間前に取り上げられたままの単行本の真実を明かした。あの単行本は私が時藤葵としての最初の単行本なんです。すり上がった最初の一冊で記念に送っていただいたんです。俺が単行本を宝物扱いし、仕事場に持ち込んでいた理由。自分のお守りとして、俺は常に自分の見えるところに置いていた。なので、あの単行本は返してもらいたい。あ、ごめんなさい。それはすぐに。俺の頼みに、あやさんは頭を深く下げて答えてくれた。自室に俺の単行本を取りに行き、丁重な謝罪とともに俺に返す。本当にすみませんでした。大人げない振る舞いと失礼をお許しください。俺はあやさんの謝罪を受け入れ、単行本を受け取った。そして、あやさんから求められたサインに応じた。自分が描いたキャラクター画に時藤葵のサインを添える。解雇騒ぎはそれで終焉を迎えた。というか、俺はそれで手を打つと決めた。将来をどうするかはまだわからないが、今はただ、今の流れに身を任せるだけだと考えたのだ。騒動後も、俺はデザイナーとしてしばらくは事務所にとどまることになった。漫画の世界とデザイン業界は別物で、それぞれの仕事からしか得られない刺激がある。ひとまずは年齢的な体力の限界まではこのままでと思っている。それに和解をして自分の副業を理解してくれたあやさんは
俺にフレックス制での勤務を打診し、漫画家生活を全面的にサポートしてくれるようになった。今では、あやさんは俺の新作にいち早くレビューを寄せてくれる大事なファンだ。長年の少女漫画ファンだけあって、あやさんのレビューは的確で参考になる。漫画好きの友人同士として、最近では気の置けない仲間のような感覚であやさんに接している。